1970年の時点における、日本航空の運航便の1日を再現しました。この動画は、当時の日本航空の時刻表の、1970年1月から2月号を元に作成しています。国内線、国際線、貨物便が収録されています。この時点での、同社の就航地と路線網は、ご覧の通りとなります。国際線は大きく分けて、アジア各地を経由する南回りヨーロッパ線、アンカレッジを経由する北回りヨーロッパ線、ホノルルもしくはアンカレッジ経由、あるいは一部の直行便を含むアメリカ路線、そして、東南アジア、シドニー線となります。当時の国際線では、目的地までの間にいくつかの経由地を含む形が一般的でした。なお、日本航空は1967年に、日本からアジア各地を経由してヨーロッパに至り、その後、大西洋を横断した後、アメリカ大陸も横断し、さらにハワイを経由して日本に戻るという、世界一周路線を構築しました。当時、このような世界一周路線構築を達成していたのは、パンアメリカン航空や英国航空など、世界でも数社に限られていました。ちなみに、同一の機材が世界一周するとは限らず、ヨーロッパやアメリカまで来た後、逆ルートで日本に戻ったりします。国内線に関しては、当時の日本航空の担当は、東京、大阪、札幌、福岡の各地を結ぶ幹線に限られており、地方空港には就航していません。なお、東京、名古屋、福岡間は、国際線の一部です。また、当時、沖縄はまだ日本に返還される前なので、沖縄線も国際線扱いとなっています。この頃日本航空で使用されていた機材は、ダグラス DC-8 各型、コンベア880、ボーイング 727-100、および日本航空機製造 IS-11 です。ダグラス DC-8 は時刻表上は3タイプに分けられており、1つ目は、初期に導入された32、33各型と、そのエンジンを換装した53、55各型で、当時の同社の DC-8 の中では最も機数が多く、ヨーロッパからアメリカ大陸まで世界各地に就航し、就航地も最も多くなっています。二つ目は、50型シリーズをやや大型化し、エンジンを換装した長距離路線仕様の DC-862 型で、同社のフリートの中で最も長い航続距離を誇ります。主にアメリカ路線に多く投入されていました。三つ目は、50型シリーズの胴体を大幅に延長した大容量モデルの DC-861 型です。同機は1969年に導入が始まったばかりで、後には国内線に多く使用されることになりますが、この時は2機のみが東南アジア路線に投入されています。コンベア880は、DC-8 よりもやや小型の4発ジェット機です。ソウル、台北、香港などの近距離国際線に投入されています。ボーイング 727-100 は、当時の日本航空の国内線における主力機です。基本的に国内線は全てこの機材での運航となります。なお、一部の国内路線で他機種が飛んでいるのも見えますが、これらは国際線の一部となります。YS-11 は、1969年に日本国内航空から1機のみリースされたもので、大阪、福岡、釜山線に週3便投入されています。大阪福岡間のみ国内線扱いです。日本航空による YS-11 の運航は極めて短期間のみで、この年には再び日本国内航空に返還されます。また、旅客便とは別に、DC-855 型及び62型の貨物専用機も3機ほど運用されており、アメリカ路線で使用されています。なお、いわゆるジャンボジェット機と呼ばれるボーイング747が初めて日本航空に納入されたのは、この直後の1970年4月のこととなります。動画は、日本時間の月曜日から日曜日までの1週間を再現しています。なお、飛行経路は正確ではありません。